はじめまして、アルダーマン・エミリーと申します。このプロジェクトで部落民について研究しました。コイルプロジェクトの会話パートナーのおかげで、日本人の体験についても習いました。今日はちょっとだけ部落民たちについて話したいと思います。よろしくお願いします。部落民っていうのは、昔からあった日本のソーシャルキャストで、今日まで差別などいろんな問題がある人たちです。日本の昔は神道と仏教が大切でした。この宗教の考えで死は汚いことで自分から遠ざけたいことだと考えていました。平安時代に死と関係があった仕事をする人たちはエタと否認と呼ばれました。この言葉は汚いと人間じゃないという意味があります。この人たちは昔から貧しい部落に住んでいて、今まで部落民と呼ばれています。多くの部落民は大阪、東京、日本の西にいます。minorityrights.org によると、1か 2% か300万人か600万人がいます。部落民たちは街頭社会問題で難しい人生を送っています。一つの問題はリストで誰が部落民か読めることです。他の日本人と生計が同じだが、部落民は他の人と結婚したいとき、よく問題になります。また就職するのも難しいです。結婚したい人の家族か、就職したいの会社が部落民だと分かって断る場合が多いです。他にもありますが、ある話で、和夫石川という男の人が部落民だったから間違って犯人として囚われました。32年も刑務所にいました。今まで無罪であることを述べ伝えています。警察の偏見だけで囚われたと部落解放同盟が言っています。政府は部落民にいい政策があるが、これはまだ社会の問題です。明治時代に部落民の解放を決めて、今は人権の法律があるが、制裁がありません。つまり、差別するのは禁止だが、差別する人は止まれていません。また政府は全部の部落民を部落民として見ていません。コイルプロジェクトの会話パートナーに聞いて、部落民たちについて聞いたことがありませんでした。ちょっと話したと、多くの日本人は部落民について何も知らないはずだと言いました。また、多くの日本人は政治に全然興味がないから、こんな社会問題をあんまり聞かなくて考えないそうです。この問題は昔からあったけど、部落民たちにはまだいろんな問題があります。日本人と同じですが、周りの日本人に差別されています。この問題についてもっと日本人が分かったら、同じ日本に住んでいて、同じ人間だと気づいて、親切で助けるはずです。これはビブリオグラフィーです。これはイメージのビブリオグラフィーです。ご清聴ありがとうございました。